夏本番だしサンバでもやってみようか。今日のテーマはブラジル音楽だよ。いや、ブラジルは冬だけどね。地球は丸いから仕方ないね。今日は動画の前半はサンバ音楽、後半はそれ以外のブラジル音楽を解説するよ。サンバといえばサンバカーニバル。激しいダンスを想像する人が多いと思う。でもサンバはいろいろな曲調のある音楽だし、派生したサブジャンルも非常に多いよ。だからスノでもサンバと入れるよりより細かいジャンル名を使った方がいい。パゴージはポップな要素を強めたサンバ。現代のサンバ音楽の主流ジャンルでもある。ポップなメロディーとゆったりしたテンポ、親しみやすいサンバ音楽だね。スノだとボーカルが独特の歌い方になるよ。詳しくはこの後の実例を聞いてね。バトカーダは大編成の打楽器隊が演奏するサンバのことを指す言葉だよ。激しく高速の打楽器がメインになる。カーニバルのサンバっぽくなるスタイルだね。それと詳しくは後で解説するけど、クイーカなどの珍しい音が低確率で出るよ。ボサノバはサンバ関連ジャンルの中で間違いなく一番有名なジャンルだろうね。特に日本では何回か流行してるから、サンバより馴染み深い音楽かもしれない。サンバのリズムとジャズの複雑な和音、ギターメインのシンプルな楽器編成が特徴。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。3種類のサンバのスタイルが
どんな曲を生成するか聞いてもらったよ。サンバといってもいろいろな種類があるから、スタイルも使い分けた方がいいだろうね。それとサンバには非常に特徴的な音のクイーカという楽器があるんだけど、残念だけどスノはクイーカと入れてもクイーカの音を出すことはできないんだ。バトカーダなら低確率でクイーカを出せるから、それに期待するしかないね。クイーカの音は単純にユニークだし、スノだと他の楽器と混ざることもある。今回の BGM はクイーカとコトが混ざったかなり面白い音が入ってるね。普通に出せれば遊べそうなんだけど、まあ今後のバージョンアップに期待かな。動画の後半はサンバ以外のブラジル音楽を解説していくよ。ブレガはブラジルのポップソング。ダサくて古臭い感じが特徴の曲だよ。ブレガって単語の意味がそもそもダサいとか古臭いっていう罵倒表現なんだ。でもそのダサさや古臭さが逆にいい、そんなノリで流行したポップソングだね。ブラジリアンジャズはブラジル音楽とジャズを融合させた音楽のこと。ボサノバもこのジャンルの仲間だね。スノでもボサノバに近い曲になるよ。ただボサノバとは少し違う曲になる。どう違うかは実例で聞いてみてね。バイレファンキはヒップホップ系の音楽。変則的なリズムと楽器数の少なさが特徴。ファンクって音楽ジャンルがあるけど、それとは無関係だから注意してね。リズムは3連符をベースにしたリズムで、そこまでめちゃくちゃなリズムではないけど、楽器数が少なくて音が抜けたりするから、リズムは結構取りにくい曲だと思う。楽器はドラムとシンセだけなんだけど、スノだとそれ以外の楽器を消す効果がある。非常に癖は強いけど面白い効果だね。具体的な効果は実例で聞いてみよう。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。笑
3種類のブラジル音楽のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。サンバを含めたブラジル音楽の魅力はその特徴的なリズムにあると思う。スノではブラジル音楽のスタイルを使うと他の曲もそのリズムを引き継げるから、普通の曲にブラジルのリズムを取り入れる、そんな用途で使っても面白いと思うよ。それじゃまたね。